はいどうも、フランスガイドの中村です。今私の後ろに映ってるのはそうエッフェル塔でございます。今回はこのエッフェル塔界隈の魅力を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、ということでね、今目の前に見えてるのはこれ地下鉄の入り口なんですけども、トロッカデロ駅でございます。6番線とね9番線が走っている地下鉄の駅なんですけども、今回はねこの地下鉄の駅から始めようと思いますよ。そしてこのトロッカデロという名前はね一体何なのかというと、はい、こちらをご覧ください。こちらはね今度はトロッカデロ広場でございます。トロッカデロ広場にある地下鉄なのでトロッカデロ駅という名前がついているんです。このねトロッカデロ広場は実はね正式名称はもっと長くてね、トロカデロ11月11日広場って言うんですよ。長いでしょ。トロカデロっていうのはね、まずトロカデロ要塞の戦いっていうものが19世紀初めにありまして、それの勝利記念でここがトロカデロ広場っていう名前がついたんです。その後ね11月11日っていうのは皆さんピンとくるかな。1918年の11月11日なんですが、そうこれね第一次世界大戦の休戦協定が結ばれた日がね記念されております。ということで今私たちの目の前に映っているこの騎馬像ね、フォッシュ中将なんですけども、そうずっとねフォッシュ将軍ってなんですけど、調べてみたらこれフォッシュ陸軍中将でございました。彼は1918年の11月11日に休戦協定をサインした一人でございます。その時のね最高司令官だった人物でございます。ということでこの広場非常に戦争にちなんだ名前がついているということが分かりましたね。さあ今度はこの横ね、に視線をずらしていくとこんな建物が見えてきますよ。これはシャイヨー宮と言います。1936年のパリ万博のために作られた建物で、ちょうどねもう一つ、私たちにいますけども工事始まっちゃったよ、すげえうるさいなもう一つね同じような建物が左右対称になっていて、今目の前に見えている建物が、海洋博物館、そして人類博物館が入っておりまして、そのね向かい合う反対の建物がこちらなんですけどもね、うるさいな大丈夫、みんな聞こえる？はい、こちらにね同じような建物がありまして、はい、これね今目の前に書いたんだけどさ、はい、指定アーキテクチューレパトリモアヌと書いてあります。これはね建築博物館が入っているんですよ。そしてその隣なんだけどシャイオダンスと書いてあるでしょ。ダンスをしてるんだけども、これはね劇場シャイオテアトルナショナルドダンスと言いまして、ここはねシャイオの劇場になっているんです。地下にはね広大なホールを持つ劇場になっているんですよ。そしてやっぱりね紹介したいのはエッフェル塔を見るんだったらここっていう場所がまさにこのシャイオ宮のエスプラナードと言われるところなんです。さあここからねエッフェル塔出てくるよ。用意はいいかい？さあすごいことお見せしましょう。出た、見てよ、これすごいと思わないねえ。やっぱりねエッフェル塔を見るんだったらここという感じがまさにねこのエスプラナード・ドゥ・パレ・ドゥ・シャイオということで、シャイオ宮のこのね目の前にある広場ということなんです。いやー素晴らしい。さエッフェル塔も素晴らしいんだけどさ、やっぱりこういうエッフェル塔を見せるための演出が素晴らしいと思うね。たださここに来るとさエッフェル塔にしかみんな注目しないんだけど、実はねそれ以外にも注目してほしいことっていうのが結構ありまして、この広場実はね人権広場って言われているんです。はい、ここ見てください。見えるかな。はい、ここねレゾムネスエドゥムリバエエゴオンドワって書いてあるんだよね。これは1789年、これちょうどねフランス革命の時ですけども、そこで行われた人権宣言の第1項でございます。はい、それを1985年の5月の30日にフランスのミッテラン大統領がそれを記念しましてね、ここを見えるかな、パルビ・ドゥ・リベルテ・エデ・トワ・デ・ロンムということで、人類の自由と人権の広場と名付けたんですね。はい、ということでここはエッフェル塔が綺麗に見えるだけの場所じゃない、人権をね、称賛している 人類の人権宣言が行われている人権広場でもあるということなんですね。そうするとさ、ほら
このエッフェル塔もさ別様に見えてきませんか？何かね、単なるモニュメントだけじゃなくて、単なる電波塔じゃなくてさ、人権を擁護している守り神のように見えてこない？見えてこねえよっていうね声が聞こえてきますけども、はい、なんでこれ人権広場かというとですね、もう一度ちょっと視線を移してみようか。はい、ここ斜陽級という話をしたんだけども、1946年第二次世界大戦が終わってすぐね、国際連合というものが作られますけども、国際連合のね、事務所がここに来られていたんですよ。ということで1948年だったと思うけども、人権宣言が行われた時のね、場所が実はここなんですよね。はい、ということでね、他にもねいろんなものがいっぱいあるんですよ。例えばほらエッフェル塔にしかみんな注目しないんだけどさ、こういう床にもねいろんな面白いことが書いてあるんですよ。例えばほら、ここ見えるかな、オノマージュって書いてあってね、オマージュを捧げますって書いてあるんですよ。で、誰にオマージュを捧げるかっていうと、ジョーナリストプロフェッショナルドインフォーマション、情報を伝えるジャーナリストとその専門家たちにオマージュを捧げます。その人たちはビクティム・ドゥ・ルー・ドゥワー・ドゥ・ヴァン・ホーネ・ディスパル・ウモー・オ・ミッションって書いてあるんだよね。情報を伝える義務に関わっている人たちなんだけど、彼らはそのために死んでしまったりね、行方不明になってしまったりした人がいますと、そういう情報を伝えるために亡くなってしまったジャーナリスト、そういう人たちに捧げますとなっているんです。というのはね、La libre communication des pensées et de opinion est un des droits les plus précieux de l'homme って書いてあるんだよね。その自由に自分の思想とか意見を言うという自由は人間の人類の最も貴重な権利のうちの一つだよと書いてあります。非常に重要なことだよね。ということでね、ここのエッフェル塔を見るためにここに来るんだったら、こういう人権なんかにも思いを馳せてもいいかもしれないねはい、ということで進んでいきましょうね。ということでね、エッフェル塔の綺麗な写真を撮りたいって言ってまず思いつくのがここなんですよ。ですからね、パリに来てもちろんエッフェル塔に登るかどうかわからないけども、やっぱりエッフェル塔のね綺麗な写真は撮りたいななんて思っていたら、必ずね、こんなところを遊びに来てくださいね。先ほども言いましたけども、トロカデロ駅というところからすぐね歩いて来れる場所でございます。いや、いい感じじゃん。みんなね写真撮ってるよね。なんかその完璧に晴れてはないんだけどさ、なんかその12月のちょっとね曇った、撮影11月終わりですが曇った曇り空っていう感じでパリっぽいじゃん、パリを感じるよ。はい、ということでね、これまた斜陽級が見えてきました。目の前にあるのはね、銅像が見えてきましたけど、これアポロンだね。なんか非常に仁王立ちしてる感じね、悠々しい形ですけども、肩にね盾事を持っております。アポロンはね音楽の神様、芸術の神様でございますから、こういう盾事なんかを持っているんだね。さあ、斜陽級の上にはねこんなねフランス語が書いてあるんですよ。ちょっと読んでみようか。Il dépend de celui qui passe que je sois tombe ou trésor que je parle ou je me taise, ceci ne tient qu'à toi. Ami, n'entre pas sans désir. ちょっとよくわかりませんが、はい、ポール・バレリーの詩みたいですねこれよく知ってるという方はぜひコメントで解説していただけると嬉しいな。はい、ということでね、ここまたエッフェル塔が見えてるよ。綺麗に見えるでしょ。なんか柵みたいのがあるのはね、いろんなところを修復しているからなんですけども、はい、みんなねこういうところでね、写真撮影を楽しんでますね。ということで私たちもね、このエッフェル塔がバッチリ見えるこの場所から私たちの裏道散歩スタートさせていこうかということで、スタートコールオープニングコールいくぜ。それでは行きましょう。エッフェル塔界隈裏道散歩のスタートです。決まったんじゃないか決まったんじゃないか。懐かしいね。
そんなんやってたなという、ね、人もいるかもしれませんが、はい、ということで、エッフェル塔がね見えるところをずっとこうやって歩きたくなるでしょ。けどもね、あえてさ、今回はちょっと裏道それようと思いますよ。はい、先ほどのねシャイオ級があった目の前には、実はこんなねいい感じの庭園が広がっているんですよ。はい、ここはねトロカデロ庭園という場所でございます。作られたのはね結構古いんですよ。1800年号が出てこないね。1867年かな、68年かな67年かな、はい、まあね、ナポレオン3世という時代ですね。ナポレオン3世の時代というのはね、その第二帝政っていう時代なんだけども、そこではね、パリの市内の中ではたくさんの庭園が作られたところでございます。なんか撮影したところ横切ってしまって申し訳ない感じがしましたけども、はい、こんなね感じ見てよ。川、人工の川なんだけど、こういうね自然的な公園作りをしていたっていうのが第二帝政ナポレオンの時代の特徴ですよね。それ以外にもね、仏性門とかそういうところでこのようなスタイルの庭園をよく作っておりました。門すり公園なんかもそのものですよね。ですからほら手すり、ほらこんな感じの手すりね、木みたいな感じでしょ。けどこれねコンクリートなんですよ。で中にはこうやって鉄筋が入ってるっていうね、そういうやつですね。はい、ということでね、これは19世紀にこのような自然を模したようなね、庭園作りっていうのが作られていって、その一つとしてこのねエッフェル塔の近くにあるトロカデロ庭園というのもその例に漏れず、アドルフ・アンファンというね、アドルフ・アルファンかなという人が設計している庭園でございますね。なんか自然を感じるいい感じの庭園でしょ。もともとねこの庭園が作られる前は、ここはキャリエーといって石切り場だったんですよ。石切り場ではね、この下にはね、たくさん石灰岩が取れまして、その石灰岩を使いながらパリの街並みのね建物を作っていっていたんです。はい、ですからこの下にはね、もうグルイエルチーズといったようなね、地下トンネルが縦横無尽と走っているという感じでね、この下は地下トンネルだらけだったんですよ。さあその地下トンネルだらけのところを1876年にですね、ある催し事のために使いました。実はそれが現役で営業している、今ね実は左に見えているものなんですけども、現役で営業している世界最古のある施設になっているんですね。はい、それがねここなんですよ。ここなんかね今はねちょっとねクリスマス時期なのでクリスマスマーケットみたいなのもやってんだけどさ、でその施設というのはね、その地下のトンネルを作った地下施設は何かというとですね、これ見える？なんか塔みたいなのがあるじゃん。その上これ見えてんのかな、わかるかな、なんでしょうその施設。今のがヒントです、ちなみに。はい、でこのね地下に現役で営業している施設があって、これ世界最古ですよ。何かというとね、さあここがね、クリスマスマーケットのとこなんだけども、さあそれは何かっていうとこれだよ。はい、ドン、アクアリウムパリということでね、水族館なんですね。はい、ということでここね水族館なんだけども、ここね世界最古の水族館です。その万博の時にね、その地下トンネルを利用してそこに水槽を設置しましてね、そこで魚を見るようにしたという場所が先ほどの水族館なんです。世界初めて。一回ね営業中断しているので、またその後にね、21世紀かなんかに多分再開して、それを一回中断したから世界最古じゃないじゃないかっていうね、考え方もあるんですけども、相当古い水族館です。現在また再開してね、目の前では現在クリスマスマーケットなんかも催されておりました。実はねあそこの万博の時にその地下のね、トンネルに作った水族館を訪ねた有名人というのがいまして、その人はね小説家なんですけども、地下に潜ってねこういう風に魚を見れる、これ素晴らしい、なんかその小説のテーマになるんじゃないかというね、思った人もいるんですよ。
そして彼は小説の中でその海底の中にね潜りながら魚を見て探検するっていうような小説を作っていきました。さあその小説の名前は誰かというと、そのね万博に行って水族館を訪ねたのはそうジュール・ベルヌでございます。いろいろつながってるね。ジュール・ベルヌはね海底2万里という小説を書いているけども、そのね元ネタになったのはあの水族館だと考えられているんですよ。さあということでね、私たちは農家を降りてきたんです。結構ね、距離あるでしょ。あそこでずっと降りてきたんですよ。見えるかな。はい、ということで目の前には斜陽宮が見えております。この左右対称になっているっていうのがよくわかるでしょ。ここにはねかつてはトロカデロ宮殿というものがあったんですよ。お、晴れてきたじゃん。太陽出てきたよ、ね、太陽出てきた。美しいパリをフェルトとともにお届けできますよ。さあちょっとねこう信号が待てる前にちょっと早めに行こうか。よし、はい、エッフェル塔に近づいてまいりました。いやーいいね、パリに来たって感じがするじゃん。はい、さあエッフェル塔の方にどんどん進んでいこう。ちょっとね私はキョロキョロしながら車にひかれないように行きますよ。エッフェル塔の手前にはね川が流れております。もちろんセーヌ川だよね。はい、セーヌ川のね川にはこうやって行商人の人たちがエッフェル塔のお土産とか売ってんだけど、ほら赤い風船持ってる人たちいるじゃん。あれね写真サービスなんですって。僕もね最近チェックして知ったんですけど、ああいう風に風船をね持ってね、なんかすごい一眼レフみたいなごついカメラでねパチって撮ってくれるんです。ほらあそこ撮影してんじゃん。見える？でなんかさほらこういうなんかすごいごつい照明なんかもさちゃんとあって、こうやって撮ってくれるんだよね。まあ本物のカメラマンかどうかわかんないんだけどさ、なんかねいくらですかっつったらユーロって言うんだよ。1ユーロ安いって言ったら10ユーロだよっつってね、なんか笑ってたけど、そう10ユーロでねああいう風に、写真撮ってくれるんですって。で自分の iPhone とかに送ってくれるんだろうね。はい、そんなサービスがありました。ということでね、今私たちはこのはいここですね、プラスダ・バクソビーということでワルシャワ広場というところにいますけども、ここから出ている橋がはいここでございます。エッフェル塔が目の前にドカンと見える、はい私たちは今イエナ橋というところにおりますよ。看板があるね。イエナ橋見えたはい、イエナ橋を作ったのはナポレオン・ボナパルト、ナポレオン一世でございます。このねずっとエッフェル塔の先にはねシャンドマルスという公園がありまして、その先、ね、私たちそのシャンドマルスまで行きます。その先にはねナポレオンが在籍していた軍事学校があるんですよ。ですからねその軍事学校と私たちが今いたね斜陽宮を結ぶための橋イエナという橋をね、ちなみにイエナというのはナポレオンが戦争で勝った時の場所の名前ですよ。はい、を作らせたナポレオンが命令して作らせた橋でございます。でナポレオンねこの橋を作れって言った時にナポレオンちょうどワルシャワにいたそうです。ですからね橋のねたもとがワルシャワ広場という名前になっておりました。さあ皆さんねこっちのセーヌ川が見えておりますけども、セーヌ川この今私たちがいるイエナ橋から向こう側がね、全部世界遺産になっております。はい、パリで世界遺産何個あるんですかっていうと、サンジャックのコンポステールの巡礼路とか入れると複数あるのかもしれませんが、パリで基本的に世界遺産といったらこのねセーヌ川河畔で、世界遺産に1個なっているんですよ。だからノートルダムで1個とかエッフェル塔で1個ではなくてね、このセーヌ川河畔でまとめて1個になっております。そしてそのセーヌ川河畔つってもさパリの中でどこからどこまでかっていうと、はいこの私たちが今いるイエナ橋、イエナ橋からサンルイ島と言われるところのスリー橋というところまでがフランスのねパリの世界遺産になっております。ということでまさに私たちは世界遺産のど真ん中に中に入っているということなんですね。素晴らしいでしょう。はい、そしてはいこちら見てください。今ねちょうど船が出港しようとしております。見えるかな。はい、
バトパリジャンでございます。これね、遊覧船の一つですね。ちょうどね、このエッフェル塔のたもとに、乗船場所がありますので、パリのねセーヌ川クルーズやろうかななんて思っている人はここに降りてきて直接ここでねチケットなんかも買えますので、こんなところでエッフェル塔を見るついでにセーヌ川クルーズも楽しむなんてこともやってもいいかもしれません。それ以外に、バトーパリジャンの以外にね、バトームッシュとかブデッドポンヌフとかね、いろんな船会社ありますけども、ここからもセーヌ川のクルーズが出ております。ディナークルーズなんかにもね申し込んだっていう人はいるかもしれないけども、バトーパリジャンもディナークルーズ、ランチクルーズなどをやっております。はい、ということでエッフェル塔ね美しいじゃないですか。はい、このエッフェル塔をね、どんどん近づいていきましょう。今英語話せますかと話しかけられたんだけど、皆さん聞こえたかな。アンケート取る名目でね、なんか著名とかねそういうのをすると、じゃあお金もくださいって言われて、結構詐欺っぽいことをやられてしまうので、ああいうことはあまり関わらないようにした方がいいかもしれませんね。はい、さあ今私たちのね目の前にはエッフェル塔が見えておりますが、エッフェル塔ってそもそも何のために作られたかって皆さんご存知でしょうか。ね、始まって、20分も経っておりますが、初めてエッフェル塔の話をするというね。はい、エッフェル塔はねもともと1889年の万博のために作られたモニュメントなんですよ。はい、ということでさ、音楽が聞こえておりますけども、見てくださいよ、歌手がいますねあんなところで歌うと、ね、気持ちよさそうだけども、はい、エッフェル塔は1889年の万博のためのモニュメントとして作られました。1889年というとさ、そこから100年引いてみてよ。何年になりますか。1789年でしょ。789の並び数字だから覚えやすいんだけどさ、それって非常に重要な年号なんですよ、フランスにとってね。はい、フランス革命です。フランス革命が起こったのが1789年ね。でその100周年記念でしょ。でその100周年記念でフランスは万博をすることになったんですよ。っていうことは、もうフランス革命の100周年だから、それはフランスのね国を挙げてフランスが世界に誇るものをやっぱり建てないとね、メンツ潰れちゃうじゃんっていうことで、どうしようかっていうのを考えていたんです。その時に大スターがおりました。それがエッフェル塔を作ることになるギュスタブ・エッフェルでございます。でそのねギュスタブ・エッフェルっていう人はまさにねその時に大スターだったんだけども、一体彼は何をしていたかというとですね、世界の中で最も有名な彫刻に彼は携わっていたんです。さあ何だと思います？世界で最も有名な彫刻、世界で最も有名なタワーがねエッフェル塔かもしれないけども、世界で最も有名な彫刻、例えばさ海外旅行のパンフレットとかさ見てみると、基本的にヨーロッパだったらエッフェル塔でしょまあそれ以外もあるけど、でアメリカだったらこれだよ。分かった？はい、自由の女神でございます。自由の女神はニューヨークにあるからフランス関係ないじゃんと思うかもしれませんが、あれはねフランスがアメリカにプレゼントしたものですよ。フデレリック・バルトルディという人が設計したのが自由の女神像でございます。自由の女神像、ちょっとね数字忘れちゃったけど40メーターぐらいあるんじゃないかなざっくりとしておりますが60メーターかな、忘れちゃった。相当でかいね、相当でかいんですよ。相当でかいのにさ、あんなの銅板だけで立ってるはずないじゃん。中どうなってるのか皆さんご存知ですか？はい、中はね写真を見るとねエッフェル塔と同じようなものが入ってるんですよ、中に。その自由の女神の内部構造、内部構造には鉄筋が入っているんだけども、その鉄筋を作ったの誰かというと、その通りギュスタブ・エッフェルでございます。1884年に確かね、自由の女神というものが公開されておりますが、その
5年後に万博があるわけでしょ。そこでね、自由の女神の内部構造を作った当時トップクラスのエンジニアであるギュスターブ・エッフェルに何かね、フランスの産業を代表する、フランスっていうのが世界で最も進んでいる国だと証明できるようなモニュメント、ギュスターブさん、エッフェルさん、何かできませんかねというね話になるわけです。さあ、ここがエッフェル塔の入り口でございました。先ほど気づいたようにね、エッフェル塔現在はね、下まで行くことができずに、透明の防弾ガラスみたいなもので囲われております。テロ防犯だと思いますけども、でね、こっちがねチケット持ってない人、こっちがチケットを持っている人の列になっていて、ここからね入って、セキュリティチェックを受けることになります。これがねチケットですよ。チケット結構高いんだよ。でまずね、この、黄色いマークで書いてあるのが、色で書いてあるのが、これが全部エレベーターで行くやつだよね。で青はその階段も使いますというねやつです。でさ、これエッフェル塔ってどこまで登るかによって値段が違って、この一番上まで行く場合はこの値段だから、大人だったら多分3500円ぐらいするんじゃないの。そしてこの2階部分までだったらこの値段だよという風になっています。やっぱね3階部分まで行くと全然見え方が違いますからね。もし行くんだったら3階部分まで行った方がやっぱりいいんじゃないかななんていうふうに思いますけど2階部分で十分だなんていう人も中にはいらっしゃいますね。はい、ということでね、エッフェル塔なんですけども、ギュスターブ・エッフェルさんね、なんか1889年のそのフランス革命100周年というのもありますから、なんかギュスタブさんできませんかね、エッフェルさんできませんかねというふうに頼みました。そこでねエッフェルはあんまりね気が進まなかったんですよ。というのはね、万博の建物っていうのは万博終わったら数年後に壊してしまうものが大半ですから、エッフェルはねもともとはエンジニアだったんですけども、鉄橋、鉄道会社だね、まず彼は鉄道会社からキャリアを進めて鉄橋なんかを作ってる人だったんです。でその鉄橋っていうのはね必ず残るでしょ。後世にずっと残る。彼はね後世にずっと残るようなものをずっと続けるエンジニアだったんです。彼にもプライドありますよ。すぐに壊してしまうものなんかを僕作りたくないよっていうことなんだよね。だからさ、エッフェル塔、その塔をね建てるって言った時にさ、エッフェルはね実は初めは全然乗り気じゃなかった。だから自分のギュスターブ・エッフェル社という会社があったんですが、そこの社員2人のエンジニアにお前ちょっと適当にやっといてくれっていうふうにね頼みました。そこで2人がね設計した図っていうのが残っております。それがね今私たちの目の前にはエッフェル塔のこの足元が見えておりますけども、その最も初期に行われたエッフェル塔のデッサンでございます。さあ今ね私たちはねエッフェル塔のその私たちが出発した向こう側にあるシャンドマルスというね公園の中に入っていきました。ここからね、ずっと向こうに行くと先ほどもちょっと紹介したエコール・ミリテールというね軍事学校があるわけなんだけども、ちょっとねまた距離を取りながらエッフェル塔が綺麗に見えるところまで行きたいと思います。で2人のねエンジニアがね、じゃあこうしましょうと、1000フィートある塔っていうのはどうでしょうっていうね、デザイン案を持ってくるわけです。1000フィートっていうのは足って意味なんですけど、だいたいほら人の足が30センチぐらいでしょ。だから30センチ ×1000 ということで、これちょうど300メーターですよ。300メーターの鉄塔を建てるってのはどうでしょうっていうふうにね、このエンジニアの2人はデザイン案を出してくるわけです。その時にねギュスタブ・エッフェル何と言ったか、こんなの面白くないよって言ったわけですね。俺たちは鉄橋を作ってんだぜ。そんなに300メーター高くて技術的に全然可能なんだけどさ、鉄橋何にも支えない鉄塔作ったってそれ誰も驚かねえだろう。そんなもの作ったら世の中の笑い物になるぞ。パリのど真ん中に大きな釘を建てたってなっていうふうにあんまり最後うまく言えておりませんが、そんなふうにしてね乗り気じゃなかったんですよ。それでもね一応こんなもんができますよっていうふうに提示した途端ね、世の中は騒ぎます。どう騒いだかというと、そんなものを作るなというね大スキャンダルになっていくわけです。
パリという美しい中にね、そんな鉄の醜い塊を作るなんて信じられない。知識人たちが騒ぎますよ。例えばね、その知識人の中にはね、有名な小説家モーパスさんなんていましたね。あるいはオペラ・ガルニエを作ったシャルル・ガルニエなんていう人たちもいましたよ。それにね、オルセーに絵画がありますが、ブグロなんていうのもいました。ヴィーナス誕生を書いている人かな、ちょっと急に、記憶が定かではありませんが、はいそういう人たちがね、もう大反対キャンペーンというのをやって、新聞にね堂々と書きます。こんなものをパリに作らせてはいけない、芸術家の使命はパリを美しく保つことである。美しいねノートルダムゴシック様式とか、ルイ14世が作ったアンバリットなど美しいものがパリには溢れている。そんなね美しいパリをこんな鉄塔で汚してはいけないというねキャンペーンを張られるわけです。そこでね、ギュスタフ・エッフェルのエンジニア魂に火がつくよ、お前らな、言わせておいてはそんなことなんかゴダゴダと並べやがって。いいか、鉄っていうのはな、決して醜い素材でも何でもないんだ。美しいんだよ。そしてな、機能美っていうものをお前らに教えてやる。風の計算、重さの計算、そういうものを全部無駄なく作ることによって、建物というのは一切無駄がない機能美というものを持つことができるんだ。それをお前らに証明してやろうじゃないかということでね、ギスターブ・エッフェルが本気になりまして、デザイン案なども彼はね何度もデッサンをし直して、そして完成までこじつけるというのがこのエッフェル塔なんですね。ということでね、このエッフェル塔っていうのはね、ギュスターブ・エッフェル、作った人のエッフェルという名前がついてるんだけども、やっぱりねそれはね理由ないことじゃないなと思いますよね。彼の情熱とかね、そういうものがやっぱりこのエッフェル塔の建立に本当に欠かせないものであるということでございます。そして一番初めに言ったようにね、エッフェル塔というものはこれ万博が終わってしまうと、もともとは、確かね20年経ったら壊すというものになっておりました。そこでねエッフェルはね、せっかく作ったものなんだから絶対に壊せさせないと。もう彼はね、もう自分の子供のように愛着がありましたから、このエッフェル塔に関してはね、エッフェル塔絶対壊させないということで、またねいろんなキャンペーンを張っていきます。エッフェル塔はね非常に有効じゃないかと。300メーターも高いんだよ。例えば気象観測台として使うこともできるし、あるいはちょうどね第一次世界大戦が始まろうとしていた時には、このねドイツ軍の電波をそこで、電波を受け取りまして、その暗号をね解読するなんていう軍事的な使用にも使うことができる。そしてエッフェル塔は何よりも当時からねどんどん広がっていくラジオ塔としても活用できるじゃないか。そしてその後は電波塔とも活動していきましたということで、エッフェル塔はね非常に有効な活用ができるということで、破壊からね、逃れさせようとするキャンペーンを張りまして、今でもこのように立っているということなんですね。はい、ということで今私たちの目の前にはね柵に囲まれておりますけども、芝生が広がっておりまして、これね現在芝生を元気にするためにこのように柵があるんですけども、これはね夏になるとここ開放されて、皆さんここでねピクニックなんかをしながら楽しむ場所でございます。シャン・ドゥ・マルスと言います。マルスというのは戦争のね神様なので、この向こう側に、見えるかな、まずはねなんか丸い建物、丸くガラスが張ってある建物、これはねグランパレ・エフェメールと言いまして、今グランパレがね2024年のオリンピックに向けて修復中でございます。ということで今限定的に暫定的にここにねグランパレを建てておって、ここでね美術の企画展とかそういうものをしていますね。はい、これまたね壊されてしまう予定でございます。その上に見えるかな、ちょこんとだけ屋根が見えてるんですけど、あれがね軍事学校だよね。もともとのナポレオンがいたところ、軍事学校の前だから戦争の神様のマルスという名前がついているわけですよ。さあということで私たちはドカンとエッフェル塔がちょうどバスが邪魔していますけど、バスここで止まんないといいけども、はいということで見えました、エッフェル塔でございます。今ね私たちがいるところがもう一つエッフェル塔が美しく見える場所、シャン・ドゥ・マルス、ここは万博のね、主要な展示会場の一つとなっていたところなんですけども、このねシャン・ドゥ・マルスのところからまた美しいエッフェル塔を見ることができます。
ということでね、今回はエッフェル塔が美しく見えるエスプラナード人権広場からこのシャンドゥンマルスの公園のど真ん中まで皆様をご案内いたしました。こんな風にね、エッフェル塔をぜひね見ようかなと思っている人はこんな場所を散策してみるといいかもしれません。ということで、私たちの動画この辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。皆様の感想をぜひコメントに書いてくださいね。皆様の感想を読むと楽しみにしております。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。